B スタイルチャンネルへようこそ。神戸からツーリング動画を全世界に発信しています。今回は神戸の冬の風物詩あれを見に行きたいと思います。それでは出発。まあたまにね、過去にはその吹雪いてる時もあったみたいですけどね。さあまずは二輪車を止められる駐車場があるのかどうかっていうところなんですけども、ございます。あります。まだあればいいんですけどね。駐車場があるときあるかな、あるかな、あるかな。ありそうな気がする。神戸にはいくつかバイク用駐車場があります。今回は旧居留地エリアにある恵比寿パーキングに愛車を預けてありました。ございました。イエイイエイイエイ。よし。チラリンが。まずこれじゃ。まあもう1時間ぐらいいけるでしょ。オッケーオッケー。ちょっとほんな我々世代にとってはね、このそこのね、かつてのメインストリートじゃないですけど、今日はなんか海洋博物館にしてもなんか赤に染まっとったけど、赤に染めとったっていうのは何でしょうね。かな。古地図から広がる世界。日本銅板が本土極め。おられるかもしれない。4K で撮れてるでしょうか。そうですね。4K で撮れてるでしょうか。撮れてる 4K。かごるね。ロックされてるみたいですけど。腕を組むという雰囲気なのか、ロックされてるというのか、ちょっとよだれ出たわ。
まあなんかちょっとロマンチックな感じで組んだのか、このおっさん迷うやろ。そしたらお互いになんか浮ついたおっさん迷子なるわ。お互いに触れそうやな。ね阪神・淡路大震災から今年で30年。取れてるでしょ。まあ思えばね、結婚前にもね見に行きましたからね。そうだよね。ねあの時はこういう高校の公園だけじゃなくて、ずまあねっとね。元町からねそうそう。すごい人でしたけど、まあ、震災から30年ですけど、もうちょい向こう行ってみましょう。まあ行ってみましょうか。あ、でもすごい。30年。そうですね、震災から30年、いろいろね辛いことも厳しいこともねありましたけど、まあそうね、1月17日僕もね部屋で寝てる時に地震来て、ちょうどね寝てるとこ横5センチぐらいのところに本棚が倒れてきて直撃やったらちょっとどうだったかなって感じはしたよね、今思えばね。よくある話よね。まあね、神戸に住んでた。そうね、住んでる人は。特にね神戸で暮らしてるといろいろとねちょっと感慨深いものはあるけど、参ります。あ、しまったわ勝ち子。
まあ綺麗かったね。何年ぶりだったかな。何年で聞く？超満子供が小さい時にみんなで1回行ったかな。行ったかな。そんなですよ。 1回か2回かみんなで行った気するけど。まあ楽しく